こんにちは、たかしです。本日は11月11日土曜日、週末ですので、来週13日からのポンド円とドル円の相場の見通しをしていきます。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですので、使い勝手のいい方で有料投稿を効率的にご利用ください。また、ノートでは複数のプランをご用意してますので、ご自身に合ったプランを見つけやすいのも特徴です。では、前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。ではまずポンド円の冷やしからですね、現在は黄色丸で示してます通りに、高値を切り上げ、安値を切り上げというところで上昇トレンド中なんですね。ただし GMMA の青帯は一旦収束して、今再び上を向こうかどうかというところですね。ですので基本的には上昇トレンド中なんですが、直近で言うとレンジのような動きをする可能性があります。GMMA が収束している時、そして横ばいっていうのはトレンドがないっていうことですので、過去のこういった動きみたいに GMMA が上を向いていれば上昇トレンド中なんですが、現在はまだ GMMA がほぼ横ばいですので、基本的には上がったり下がったりと分かりにくい動きをしやすい、そういう試合にはありますので、今週は上昇してきましたけれども、来週はここから下落していくっていうことも考えられますので、基本は上昇トレンドですが、ここ直近では分かりにくい方向感のない動きをしているっていうことは認識しておくのがいいと思います。ストキャスティクスは高値圏にありますので、ここから上昇するにしても上値は重いんじゃないかと考えられます。では4時間足です。今週はレンジだったのがわかりますね。ちょうど今週ここから始まっているんですが、黄色のボックスの上限から始まって、そこから下限、上限、そしてまた下限に来て、金曜日反発してきたっていうところですね。ですので基本的にはこの黄色のボックスのレンジ、下限が 184.6 ぐらい、上限が186円ぐらいというところで、その間でのレンジなんですけれども、GMMA の青帯は4時間足は上向き、日足はわかりにくかったんですが、4時間足は GMMA ずっと上向きですので、基本的には上昇トレンド中、そして金曜日は GMMA に接触してきましたので、このまま月曜日は上昇していって、黄色のボックス上限の186円ぐらいを目指してくる可能性を考えておきたいです。ストキャスティクスも今安値圏から上昇中ですね。ただマックリーがちょっと弱いので、この辺が気になるところです。では次は1時間足です。1時間足は底堅い動きをしていたんですね。この直近の上昇にフィボナッチリトレースメントを当てているんですが、その 23.6% という大体黄色のボックスの下限付近、先ほど言った184.6 付近っていうのが底堅さを表しております。この辺に何度もぶつかってそこからの上昇になってきてますよね。ただし1時間足の GMMA も横ばい、日足の GMMA も横ばいでしたので、基本的には日足とか1時間足単位で現在はレンジになりやすい。4時間足の GMMA は上向きだったんですけれども、反発が弱いようですと、今度4時間足の GMMA は今ちょっとこの下ぐらい、ちょうど金曜日の安値の下ぐらいに走っているんですが、現在地で上昇しきれないようですと、4時間足の GMMA も横ばいになってきますので、そこは注意ですね。現在は1時間足の GMMA は横ばい、日足の GMMA も一応横ばいから上昇に向かいかけている途中ではありますが、基本的にはレンジ、大枠ではレンジと見ておいた方がいいので、まずは1時間足のこのボックスですね。このボックスの中でトレードしていくのがいいと思います。下限に来ればそこからの反発、上限に来ればそこからの下落っていうところを見ておきたい。そして上限上抜ければそこからの上昇についていけばいいんですが、そうなるとかなりの高値圏になってきますので、あまりどんどん上昇についていくというよりは、下がったところから買っていく方が安全だとは思います。逆にもしこの黄色のボックスを下抜けてきた場合なんですが、今すぐ下に4時間足の GMMA が走っておりますので、反発はしやすいと思うんですね。ですので、もしこの黄色のボックスを下抜けてくれば、そこからの下落の流れをイメージするんではなくって、こんな感じで一旦下落しても騙しになって戻されるみたいな、そんな動きを想定しておくのがいいと思います。なので、黄色のボックスを下抜けた時は一旦様子見、次反発のタイミングを待っておく。もちろん4時間足の GMMA がすぐ下に走っているんですが、そこを下抜けてくれば大きな下落にはなっていくと思いますが、基本的に今4時間も日足も上昇トレンド中ですので、1時間足のボックスを下抜けたからといって、そこからどんどん下落するというよりは、下抜ければ次は4時間足単位の押し目買いが入ってくる可能性を考えておきたいです。現在はボックスの中央付近にありますので、こういうところでトレードをすると、打っても勝っても負けや
やすくなりますので、まずはボックスの上限もしくは下限まで来るのを待って、そこからの反発、そして上抜けた場合は基本はそれについていくという考え方でいいと思いますが、先ほども言いましたように上抜けた場合かなりの高値圏になってきますので、そこは慎重にしていく必要があります。では次はドル円を見ていきます。ドル円はかなり難しいと現在は思っております。大枠ではオレンジの平行チャンネルの中で動いてまして、その中で直近の高値に引いたこの水色のラインっていうところが前回意識されて下落してきました。今回もその辺付近を今目指している途中なんですが、このまま上昇していけばだいたい152円少し超えたあたり、152.2 とか3とか、そのあたりが次のターゲットになってくると考えますが、ストキャスティクスも高値圏に入ってきてますし、MACD も怪しい動きをしてますので、基本的には GMMA の向きを見ていただいてもわかりますが、上昇トレンド中ですので、下がったところを買っていくという押し目買いで、このまま上昇していくという可能性はあるんですが、現在はかなりの高値圏にありますし、直近ではこの高値、11月の上旬にぶつかったこの高値ですね、そこでのダブルトップっていうことも考えられますので、上昇しているからそれに乗っていくのではなく、押しをつけたからそこから買っていくっていう考え方を持つことが大切です。では4時間足です。4時間足を見ているともうかなり分かりにくい動きをしているのが分かりますよね。今週1週間はずっと上昇基調ではあったんですが、全然トレンドを作らず、大した押しも作らず上昇してきているっていうのがこのチャートから分かります。かなり動きとしては気持ち悪い動きをしているなと思います。MACD も方向感がなくなってきました。それからストキャスティクスもずっと高値圏に張り付いておりますので、どこで一度大きめの下落をするかが分からない、いつ大きめの下落をしてもおかしくないという、そういう状態ではありますので、今 GMMA の青帯とも距離がありますので、その辺付近まで押しをつけるとなると、151円もしくは150円台ぐらいまで押しをつけてくる可能性がありますので、比較的大きめの下落が起こるかもしれないというところは意識しておいた方がいいと思います。基本的にはこういう相場には乗っていかないのがいいと思いますが、4時間足で見ていてもよくわかりませんので、もうちょっと時間軸を落としていきましょう。では1時間足です。1時間足ではかろうじてなんですが、 GMMA の青帯に何度か押しをつけているポイントがありますよね。こういうところでエントリーできていれば、この上昇の流れに乗っていけたと思います。ただ1時間足を見ても、やはり4時間足と同じように分かりにくい動きをしているなっていうのが全体的な印象です。ただこれ15分足まで落としますと、結構 GMMA に接触して上昇という綺麗な上昇トレンドを作っておりますので、今週は15分足でトレードしていくのが分かりやすかったのかなと思っております。現在は先ほども言いましたように、かなり高値圏152円付近も近づいてきておりますので、まだもう少し上昇する余地はあるんですけれども、乱高下、高値圏っていうのは乱高下が起こりやすい、上昇したと思ったら大きめの下落をするみたいな、そういう動き方、過去にも結構ありましたよね。ですので突発的に大きく下落してまたすぐ急騰するみたいな、そんな動き方をしやすいところでもありますので、ここからの上昇は十分警戒が必要です。もし大きく下げてくれば、そこは押し目買いポイントになってくると思いますので、まずは下げるのを待つですね。突発的な下落後の急騰みたいなことが過去も何度も起こっておりますが、そういうところを狙うのはなかなかタイミング的にも難しいのかなと思いますので、例えばこの木曜日の下落だとか、この火曜日から水曜日にかけての下落だとか、そういうような押しを作ってくれば、そこは次押し目買いポイントになってくると思いますので、そういうところを見ておけるといいと思います。そして現在の1時間足を見ていても、トレードはしにくいだろうなっていうのがわかりますので、あえてドル円でトレードする必要はないと思いますので、こういう時は分かりやすい通貨ペアを探していくのも一つの手だと思いますので、ドル円ばっかりにこだわるのではなく、もしドル円だけトレードするっていう方は、今は様子見の相場、もしくは15分足で短くトレードしていくっていうのが現在の相場ですので、その相場に合ったトレードの仕方、もしくは相場に合った通貨ペアを見極める力、その辺もつけていく必要がありますので、分かりにくい通貨ペアの分かりにくいところでトレードするっていうのは負けが増えますので、そういうのはしないように心がけていきましょう。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。ポストプライムのプライム投稿とほぼ同じ内容です。ノートの方が使い勝手がいいという方に向けて、有料投稿の間口を広げました。基礎から FX を学びたい方や、現在よりトレードスキルを向上させたい方はぜひご検討ください。ノートではメンバーシップ以外にも有料マガジンなどの複数の有料プランをご用意しております。ご自身に合ったプランを選んでいただける、そういう幅も広くなっておりますので、ぜひ一度ご覧ください。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切だと思ってます。詳細は概要欄をご覧ください。ノートのメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。